皆様こんにちは。ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日はあかりちゃんが来てくれました。はい、こんにちは。よろしくお願いします。あかりです。私のチャンネルにまた大物ゲストが来てくださったということでね、皆様もねお喜びなんじゃないの？ね、いや私のチャンネルなんかもあかりんちゃんのファンいっぱいいますから。本当ですか？そりゃそうよ。もうだってもうアイドル出身だけどプロの領域でしょ。やっぱ私もねあかりんちゃんがプロデュースしてらっしゃる、B アイドルのコスメもたくさん使わせていただいてますので、ありがとうございます。もうみんな知ってますから。いや嬉しい。そんな感じで今日は私のねオリジナルデートメイクをさせていただこうかなと思います。それではスタート。はい、じゃあそれでは早速始めていきたいんですけれども、普段やっぱりデートメイクっていうとどうしてもやっぱりピンク寄りのものになってしまうじゃない。であかりちゃんもやっぱり世の中に出てるメディアの顔がちょっとピンクの色味がちょっと多いかなと思うんですよ。けれどもデートイコールピンクっていう概念を取っ払っていただきたくって、どちらかというとセラコッタ調、少しオレンジ味というかちょっとシックな感じでありながら、これからさ春先にデートがあるでしょ。春にデートをするからこその夏を感じさせるメイク。そうこの子とデートをした、そしてこの子と今後夏になったらここに行きたいと思わせるメイク、そこに落とし込みたいと思います。全部計算人生でしょ。そりゃそうでしょ。そこで使っていくのがまずとにかくスーパーエフォートです。肌はもともとの生肌感、自分の肌質っていうのを生かしながらファンデーション塗ってませんよ風にしようかなと思います。まず下地にはこちらベアミネラルのプライムタイムのピンクバージョンを使っていきます。この下地はね肌の凹凸を滑らかに見せてくれるという下地なんですけれども、色は変わらないの。確かに変わらないけどつるんと滑らかになってくれるの。本当だ。そうなのよ。もともとあかりんちゃんのお肌は綺麗なので、その綺麗を覆い隠すのではなく、この綺麗をさらに綺麗に前に出していきます。これをね指で少しよーく見るとあかりんちゃんも少しキメがね少し乱れてる部分がありますので、この部分はファンデーションコンシーラーで埋めると割れてくるんですね。なのでこの下地をベースに敷いていただきますと凹凸がね滑らかになりますので、チュルンとチュルンとなります。やっぱり満ちてるっていうのが重要。そう満たされてる雰囲気っていうのをね醸し出すわけ。確かにあなたと出会って私満たされてるよみたいな。そのベースにはこのベアミネラルでこういう感じでねさーっと乗せていただくと、これ指で簡単に OK。 こういう感じで色変わってないけど、なんとなくなんですよ。触ってもチュルンだし、なんか見た目もなんかチュルンって。そうなの。そうこれはねお顔の中心のそういった凹凸がある部分だけにのせていきます。全顔にのせてもいいんだけれども、のせすぎは厳禁でございます。はい。じゃあここから次にね私はやっぱり透明感が必要だと思うのね。透き通るような透明感って大人になっても欲しいでしょ。絶対欲しいですね。そうでもそれはねハイライトで演出ももちろんなんですが、ハイライトっていうのはやっぱりどうしてもこう過剰感が出てしまいますので、もともと持ってる透明感っていうのを引き出していきます。そのために使うのがこちらアディクションのね、これね、そうこれスキンケア UV タッチアップクッションっていうんですけれども、02番のねラベンダー。ラベンダーね。そうなのよ。あかりんちゃんはねもうすでに素晴らしいこのねチークボーンに柔らかいピンク色があるんですよ。このすっぴんがもうすでにチークが入ったかのような雰囲気、これはね生かしていこうと思うんですけれども、生かすためにはですねラベンダー上に乗せていただきますと、もともとある赤みに透明感が出るんですね。なのでこれをね実はこちらそう用マルチブラシで乗せていきます。まずこれをですねチークがもう入っているかのような赤み、この赤みのところにトン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 とチークのように入れていきます。ここが中心にこのラベンダーが強くなりながら、ここからチークを入れるように丸くこうやってバーッと入れていきます。逆にこのピンクを浮き出させるような感じですか？そうですそうです。こうすると元々の赤みがもうちょっと強く出てくるんですけれども、赤みっていう感じよりはチーク入れたっぽく出てくるんですよ。あとは、この T ゾーンですね。 T ゾーンにさーっとこういう感じでチークブラシでのせることによって本当に薄くしか乗らないので、トーンアップしすぎず元々の肌色を生かしながら肌が明るくなってくれます。でもともとあかりんちゃんねやっぱまぶたに少しくすみがありますので、このくすみは生かしながらっていうところでいきたいので、この下地はうっすらこうやってのせていきます。こうすると
プリップリでしょ。プリップリプリップリよ、そうよ、美味しそうに見えるでしょ。それ作戦よ大事。あとはあかりんちゃんね、ここの頬の赤みは可愛らしいの生かしたいんですけれども、小鼻の周りの赤みくすみというのは消していきたいんですよ。そこで使っていくのはこちらジバンシーのね、ジバンシーそうそうこちらグリーンのコントロールベース。いいんですよね。そうこれめちゃんこいいでしょ。大好き。そうよ、これをですねこちらそうよアイシャドウブラシでのせていきますアイシャドウブラシ、少量だけね、本当にこの部分だけ少しだけ、カバーっていうよりは色味を補正する程度です。あとお花の下とねこういう感じ、この周り一体、そして実はですねあかりんちゃん今お花を伸ばしたらですねここにも赤みがあるんですよ。なのでこの部分もこのグリーンで補正、このね陣中は肌色を使って補正すると陣中が伸びて老けて見えるんですね。なのでコントロールベースで全部この赤みをね払っていきます。なるほど。アイシャドウブラシだとこうやって簡単にねできるわけ。あとはねここちょっと木くすみありますでしょ、この木くすみもこのグリーンで補正しちゃいます。こういう感じ、ここからでございますでしょう。ここからそうこれで今なんとなく今クオリティが上がりましたので、なんかもういいじゃん風なんですけれども、これやっていただきたいのはですね、ちゃんとカバーをしていてもなんだかカバーしてないように見せるっていうコンシーラーがあるんですよ。コンシーラー、そうここファンではなしで。そうなの、全顔にのせても OK なコンシーラーが実はね素晴らしいの見つけたの。何？こちらディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー、いいですよね。もうこれ超優秀、実はリニューアルしたんですよこれ。パッケージが違う。そうなの、アプリケーターほらもうこれ太いの知ってるでしょ。太いですよね。そうこれ全顔にのせても OK、けれどもあかりんちゃんはもともと全顔のせなくてももともと綺麗なので、ちょっとカバーをしたいパーツの部分だけにこちらのコンシーラーを使っていきます。はい。今日はあかりんちゃんのお首元の色に合わせていきたいので、肌色を合わせるとこの ON のカラーなんですけれども、首に合わせるのは 0.5N というカラーでございます。でこれをね使っていきます。前から私使ってますけど何が違うんだろう。美容成分が高配合になったということと、ロングラスティング効果がすごく高いものなので、24時間長時間キープできるというコンシーラーです。前のでも十分良かったのに。そうなのよ、それがねもっとロングラスティングになったの。すごいでしょ。でこれをねまたそうよアイシャドウブラシでのせていきますもうとにかく細かく調整。デートメイクって接近戦でしょ、そう接近戦でこの距離で見るじゃん、その時にキメや毛穴全部見えるでしょ。やだ。けれども見られて嫌だからカバーをすると厚塗りに見えるでしょ。確かに。そうだからこそ近くで見ても生肌感、厚みが一切感じないのに全部あらがないっていう、それを叶えるのがこちらのコンシーラー。まずはこのクマのフレーム、実はですねあかりんちゃんはクマがうっすらあるんですけれども、色味のコントロールをしなくてもですね、こちらのコンシーラーだけでこのクマがですね完璧にフォローできちゃうんですよ。薄くです。もうごくごく薄くこういう感じにのせていって、極薄。極薄よ。ほら極薄。そうなの。でこの赤みの部分もですねうっすら残る程度にこういう感じですっとのせていきます。なんか本当一枚フィルターをかけたみたいな。そうなのよ。そうつけてる感じも全然重さ感じないでしょ。そうですね。あとまぶたのこのフレームにスッとこうやってこういう感じ。あら綺麗。すごいクオリティ上がったでしょ。いい感じです。なんそうなの。か嫌なとこは隠れたけど、ちゃんと生肌。そうなのよ。この口角の部分にもさーっとこうやってのせていきます。もうね細かくこういったアイシャドウブラシをお使いいただくことによってこの細かくね調整ができるんですよ。とにかく接近戦でもバレないようなメイクアップっていうのはこうやって細かくちょっとずつカバーをしていく。これが重要。でこれでスーパーエフォートレスにつけたにもかかわらず絶対やっていただきたいのがスポンジでのパッティング。水とかはつけなくてもいい。つけなくて OK。これはですねもともと美容成分がとにかく高配合になっているので、ここで水をつけるともっと水っぽくなりすぎちゃうんですね。なのでこのスポンジによって、少しフィックスされて少しだけ、ツヤが収まった感じがちょうどいい。そうプリーンってしてるでしょ。プリーンって感じ。そうなのよ。なりたい肌っていう感だよじがします。そうなの。でもこれ接近戦で見ても全くつけてるの感じないでしょ。本当や。なんか薄膜ですね。そうなの。でもこれだけでも満足いっちゃいけないわけ。ここからだってデートって言ったら写真撮るでしょ。確かに。そうなのよ。どの角度から見ても美しいベースメイク。これが重要。そのためにやっていくのがこちらでしょ。フェイスパウダー。これナーズのね。この新しいフェイスパウダーがこれ実はですね実は色が結構ちゃんとつくフェイスパウダー。これをまとうとつるんと陶器のような肌になりますので、本当に1枚やっぱフィルターを貼ったような、加工したような肌っていうんですね。でこれを2段階に分けてフェイスパウダーつけます。これはね大きなこちらのブラシで
これ取るでしょ、取っていただいたらこれいっぱいついちゃう、これを一回手の甲でこうやってなじませていただいて、ざっとつけるんじゃなく毛先だけふわってつけて、本当に少量だけつけていきます。それを T ゾーン、小鼻、顎でもう一度で眉毛の中、このまぶた、そして眉毛の中、こういうお顔の中心、この中心だけにパウダーを払っていきます。こうすると今わかる？お顔の真ん中だけ少し静かになったというか、なんかちょっとこう落ち着いた。そうなのよ。そしてもう一個ポイントなのが、顔周りにおけけきますでしょ、デートの時におけけベタってなったらさ、そう節だらに見えるでしょ、節だらに見えない清潔感というのはこのフェイスラインにもこのパウダーを仕込んでおく。サラサラでいるのが大事。そうこのフェイスライン、このナーズのパウダーなんかすごいいいでしょう、こうするとね、今質感コントラストです。本当だ。そう、中心マット、外側マット、真ん中プリプリのゆで卵感残ってるでしょ、すごい。もうすでに立体感出てる感じするでしょ、一色なのに立体感、ここがとってもキーポイントになります、そこで使っていくのがこちらアリーのクロノビューティーカラーオン UV チークなんですけれども、部分用日焼け止めジェルなんですが、これ実はチークなんですよ、これピンクとオレンジのまさに血色とヘルシーなので、これはホルモン満たされて健康的に、一生あなたの健康を見守るよっていうサインのオレンジそうなのよ。でピンクはまだ私肖像性持ってるよって。どっちもね。そうこれ両方兼ね備えてるの。大丈夫だし、ちょっと甘いタイみたいな。結構なんかしっかり8色のカラーですよね。そうなの。実はこれ2色ミックスすると、この濃いカラーを直接言ってもいいんですけれども、今日はお顔全体に広げていきたいので、先ほど使いましたこちらの 0.5N のこちらのコンシーラー、これをねミックスしていきます。あら。これコンシーラーにミックスこうやってしていきます。こういう感じで。いい色になってきたでしょ、コンシーラーチークみたいな、そうこういう感じでね、まずお顔の中心のもともと血色感を残している部分、この部分にトン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 とこれ楕円でね、ふわーっと入れていきます。そう楕円というのはここが一番濃くなりながら、このまま薬指でトン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 と乗せた指で広げる。そして何もついてない中指でトン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 。まあなんかすごい馴染んで溶け込んだような。でしょ。で人差し指でトントントン。なるほど、コンシーラー。こういう感じ。で今横に行きました。今度はですね、また同じ位置にもう一回トン。トン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 で今度横に行きますでしょ。今度横に行きましたら、なじませ方としては横に行ったら今度下にタッピング。横に行って下に。下。チークボーンの下目にこのチークを持っていきます。そうするとね、骨格矯正効果が強くなります。血色感とともに骨格矯正することによって小顔に見せることができるんですね。下の方にトントントンとぶわーっと外に広げていきます。わかります？なるほど。そうなの。いいじゃないの、ちょっとすごい素敵よ。健康的けど少女らしさも残ってる。そうなの。これ両方欲張りガールにはもう必須よ。トン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 横に行っていただいたら、このまま横に広げたままぶわーっとで、何もついてない指に持ち替えてトン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 で、さらにまた中指でトントントン。こっちに行き過ぎちゃいけないの。ほうれい線のこの延長線上より上がポイントでございます。でこれね、指にもう一回つけますよ。今度まぶたでしょ。まぶたにお目ん玉の上にトン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 、全部にです。もういい血色感きましたよ。そうなのよ。でこれもう C ゾーンからバーッとつなげちゃいます。でもこれ確かにコンシーラーすごい重要かも。そうなの。これ色だけだとちょっとやっぱり色ついたって感じなんですけれども、コンシーラーとミックスすることによってベースで作ったコンシーラーに馴染んで自然な統一感がね生まれます。で C ゾーンにバーッといってチークにつなげる。顎からこのおでこです。やっぱりトントントン、フェイスラインにもちゃんと色をのせていく。こういう感じで、そして小指に沿っていただいたら今度上、オレンジが入っていることによってこのクマに補正効果があります。今日ですねコントロールカラーを使ったりとかしてクマを隠していないんですけれども、実はこのチークで今コントロールをしております。トントントンとさっさっさとこういう感じ、でこれやっていただきたいのはやっぱりねスポンジでトントントンとピックス、
これ絶対にどんなことがあろうともフィックスをしていかないと、デート中ってやっぱりさちょっと緊張したりとか高揚したりと興奮したりするでしょ、そうすると内側からブワッて皮脂がブワッて一瞬出てくるんですよ。ああ、なるほど。ちゃんとフィックスさせていく、これが抑えておく。そう最初からね。そうそうそう、じゃあ次はですね、アイメイクに行きます。アイメイクはですね、デートの代表といえばこちら、ジル・スチュアート。いいですよ。そうなのよ、これ新色よ。新色、可愛い。すごいでしょう、これ可愛いでしょう。もう間違いないカラーでございますから。絶対に可愛いやん。誰でも絶対似合うようなカラーじゃない。こういったちょっとベージーなカラーなんですけれども、ちょっと暖色系のカラーで温かみを与えてくれるアイシャドウ。けれども実はね、これをベースに使いません。ベースに使うのはですね、ちょっと奥行き感と情緒と初夏を感じる感じにしていきたいので、初夏ですね。そう、初夏を感じさせるためのベースっていうのがあります。こちらです、こちらは by Do Organic ポイントメイクアップコンパクトというですね、これね Do Organic から出た新しいラインなんですけれども、これテラコッタ調のカラーあるでしょ。可愛い、そう、すごいねブロンジーなカラーなんですけれども、これを実は、ね、こんなに発色いいものをまぶたいっぱいに染めていくんですよ。つけていくじゃなく染めていく。染めていく。そうなのよ。なんだろう。そう、そのためにはですね、まず、こちらのね、そういうアイシャドウブラシとブレンディングブラシ、これをつけるんですけれども、このまま直接いくといっぱいついちゃうんですね。染まった感じにブワッとしていきたいためには、まずこちらのフェイスパウダー、これつけますでしょ。これつけていただいてなじませていただいてからこれをつけると染まった感じにつけれます。お目ん玉の真ん中にブワッとこうやってつけていただいて、ここからワイパー両サイド、実はですねこれ際抜きます。そして染まった感じ。わかる？際がねもう抜けてるのわかる？これポイントでございます。ここがなくて、そう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 。これでブレンディングブラシでふわーっと眉毛の中までこういう感じ。パウダーつけてですか？そう。こういう感じでいって、こうすると先ほどベースでつけたチークと相まってこっちに繋がってる感じに見えるのわかる？色が。ちょっと曖昧な感じ。そうなの。可愛い。いいでしょう。目の下は、こういった小さなブラシ。これまたテラコッタなので夕方になって出てくるクマをね補正する効果がありますので、こういう感じでスーッと。で、あかりんちゃんは目元が丸いのでこの丸みを生かして可愛く見せていきます。これはもうベースになります。あくまでベース。これだけでも可愛いです。そうなの。でもね、可愛さはさらに盛らなきゃいけないわけ。だってデートでしょ。そうですね。そりゃそうでしょ、あなた。ちょっと手抜きかしら。そうそうそう。そこで使っていくのがやっぱりこちらなの。まずこのピンクのレイヤードをしていきたいんですけれども、これとこれをミックスしてまぶた全体にのせていきます。これは際からグラデーションになります。際からスーッと。先ほどのオレンジに重なる感じで、今度は外側にね、ふわーっと。なんかふわっとでいいんですよ。あ、可愛い。可愛くない？で、これも外側にふわーっとこうやってぼかして、ふわーっとぼかすと、あらあら先ほどのせたチークと相まっていい感じ。アイシャドウこんなについてるのに独立してないんですよ。本当だ。馴染んでる。いいでしょう。うわー、この絶妙なカラー可愛いですね。そうなの。元カノがこの色塗ってたら絶対思い出すもんな。そりゃそう、そっちまで考えてるね。すごい先まで考えるわね。上級者いらっしゃるでしょう。すごいわね。そしてポイントなのが今度はこちらブレンディングブラシで、こちらの濃いカラー、このブロンジー、このね濃いカラーです。この濃いカラーをこのブレンディングブラシに取っていただいたら、今度は朝焼けや夕日ってさ、グラデーションで明るくなってたら暗いところもあるでしょ。そうですね。それをここの目頭のところに作ります。あ、そこに入れるんですね。ここに作っていただいたらブワーっとこの眉毛の中統一させて、統一させて、でもう一個ふわっとしたい部分があるんですね。でもう一回同じところをこう取るでしょ。正面で目尻3分の1、ここにも朝焼け感ふわーっとね、ふわーっと。アイシャドウっていうと大体さ3分の1ここからくっきり入れちゃうじゃん。ここまでじゃなくボワーっと入れます。ボワーっと入れてちょうだい。3分の1下げて、なんかこうキュッてしない方がいい。そうなの。でもその方がこうボワッと大きい、遠くから見ても大きく見えるし、近くから見てもなんか濃いなっていうのは出ない、ね、ないのよ。そう、近くで見ると意外に、そんなになんかメイク色乗ってるけどちゃんとメイクをグッと強くしてないなっていう印象になる。でも引きで見ると光や影が織りなされていることによってすごく存在感のある目元になってるわけ。ぼんやりとうわーってぼんやりと。
ふわーってだから情緒よ、相手の心に忍び込むためにはこれが必要なのよ。確かに。ここでさらにやっていただきたいのはですね、今度はですね先ほどのアイシャドウブラシにこの2色ピンクとブラウンをミックスしていただいたものをこれもう眉毛の中に仕込んでいきます。ふわーっともうすでに眉毛を描いたかのようにバーッと乗ってきちゃいます。もう眉毛あるみたいに見えるでしょ。かわいいのよ。そうでここから次にマスカラに行きたいと思うんですけれども、このふわっとした存在感の中にマスカラがファってなってるとすごく可愛く見えるんですよ。なのでこれビューラーしていきます。じゃあここでビューラーを根元だけギュギュギュってこうやって上げる感じにしていただいたら、ナチュラルにこうやって上げて、そしたらこちらおなじみ D アップさんのね、こちらつけまつげ、そうこちらをつけていきます。この D アップのつけまつげ一本一本なんですけれども、今日はフルにつけるのではなく間引いてちょっこりムラでつけていきます。ちょっこりムラ。そうフルでつけるとね、ちょっと韓国メイクのようになんかふわーって綺麗な、ちょっとギャルっぽい感じになっちゃうんですけれども、それはそれで可愛いんですが、デートメイクの接近戦の時にはですね、その多いつけまつげが若干ねちょっとこびた感じにも見えちゃうんですよ。なのでもうちょっと目の印象を強くしながらも、この一本一本の毛先の美しさっていうのを際立たせるために間引いてつけていきます。こちら目尻の一番最後のところにこういう感じでつけていきます。あ、可愛い。ちょろんとね、まつげ増えたみたい。そうちょろんとね。どのくらいの間を開ければいいんですか？間はね、これの毛が1個つけたら2個分開けてもう1個つけていくみたいな。2個分開ける。でもなんかもう自分でもどこについてるのか分かんないくらい自然。そうなの。じゃあ一本一本今ねつけてきましたけど、最後よ。最後間引いてね、この部分にちょっこりムラ、ちょっこりムラしていただいてから、この毛並みをねちょっと方向をこのように整えていただいて、正面ご覧いただくともうこうやってね、もう超自然じゃない。自然。そうなのよ。めっちゃ自然。ふわー。接近戦でも分かんないでしょ。でもめっちゃまつげ長くなってこうなりたいですね。地まつげでっていう。エクステだとバレちゃうんだけど、つけまつげだと本当に分からないのよ。でデートの時にはあんまり外側にシュワーって広げていかない方がいいんですね。シューッと広げていきますと妖艶すぎてしまったりとか、ちょっとかっこいい雰囲気になりすぎてしまうので、デートメイクで可愛く見せたい時は色味だったりとかパーツを真ん中に寄せておく。そう。なるほど。いいでしょう。そうよ。めっちゃ目力アップですね。そうなの。これでマスカラをね、こちらマジョリカマジョルカのブラック。このブラックで根元だけフィックスさせていきます。地まつげとこのつけまつげをミックスする感じで。アイラインを入れてないのに入れたかのように見せるのがポイントよ。なるほど。そうよ。こういう感じ。下まつげはですね、全体というよりはこのお目ん玉の黒目の下中心にこうやってのせていきます。目尻と目頭の部分にはのせません。そしてすかさずホットビューラーでしょう。すかさずホットビューラーで下にこの毛をね下げていきます。こういう感じ。おー、パッチクリしてるでしょう。そうもうね結構完成形に近づいてきてるんですけれども、ここで次ね眉毛なんですが、眉毛はこちらソンヨースクリューブラシ。これで今アイシャドウベースに入ってるでしょ。だからこれね毛をね持ち上げるだけでもうねなんとなく完成した風に見えるんですよ。でも持ち上げるとやっぱりね眉尻の部分は毛がちょっと足りないので、ここで毛を足していきます。こちらセザンヌのアイブロウ、いいでしょう。これグレー使っていきます。アイシャドウと、ブラウン味が結構強く出てますので、もともとの毛の根元の黒に近いものでこちらをポイントでつけていきます。スーッとね、スッスッスッと地毛のように見せていく。もうアイシャドウが乗っているので、ここでブラウンとか使ってしまいますと眉毛が浮くんですよ。なるほど。そうでこちらもそしてブラシにねコンシーラーをつけて間引きます。いい感じでしょ。いい感じ。そうでこっからフジコのね、こちらのアイブロウマスカラで、これはもうほとんど色が、黒に近いものなんですけれども、
これはもういっぱいつけないのでこうやってうんうんさーっとカスカスにしてきます。まつげとリンクさせるっていうのがポイント。チークはですね先ほど入れたこちらの、アリーのものが今載っているので、ふわっと血色になっていると思うんですけれども、ここにですねさらに夏の情緒をプラスしていきます。夏の情緒。そう夏の情緒をプラスするためにはこちら RMK のこちらのチーク、可愛いですよね。そうそれ。キビベージュとこちらローズローズね。ローズとか言ってこれアイメイクのカラーととても相性いいね、今度はですね丁寧に入れないでラフに入れていきます。ラフに。ラフに2色をねミックスでこれをどこに入れるかというと C ゾーンです。 C ゾーン。 C ゾーンって先ほどは小さい C ゾーンに、アリを入れたと思うんですけど、今度はですね外側にふわーっと髪の毛がかぶっても、さらっと風が吹いた時にこの部分にねなんとなく情緒を感じさせるわけ。なるほど。そう日焼けした君も見たいよみたいな。そうそうそうでパッと見た時にね、ちょっと目の力が少し欲しいわって、今日はもしかしたらデートと言いながらも告白を受けるかもしれないでしょ。ありがとうございます。そうなった場合にやっぱ目力必要なんですよ、そのためにはですねブラックというこの生命力の強い黒が必要なので、生命力の強い黒。生命力の強い黒、これはメイベリンでございますでしょ。一番生命力強いそ感じする。うでも線で引いちゃダメなの、どうするんですか？これを点でねこの際の部分に点々点々と先ほど入れたつけまつげに合わせてちょんちょんちょんとこういう感じでちょんとこう黒をね埋めていくの。ちょっと目力ついたとあ、思う。しまった。そうなのよ。こっちの方が。そうこれだからブラックのライン入れたって感じ見えないでしょ。生命のブラックをそうそういうここでこうギャンって引くのかなと思う。違うのよ。そうこれはファッションとかではなく生命力だけ今プラスしたの。目力という生命力、意志という生命力、生命のブラック。そうその命のブラックがこちらメイベリニューヨークということでございます。じゃあここでさらに次はですねリップなんですけれども、リップもやっぱり情緒が必要ということで、こちら、無次元マンション、そうこれがまたとにかく可愛いリップで可愛いねカラー。そうこれねブラウンとこちらモーブカラー、これまたグラデーションにしていきます。混ぜるんだ。そうデート向きにはこれをですね、スマッチしながらつけていきます。スマッチというのはですね今リップクリームがついた状態ですので、少し潤ってます、この潤った状態でこれをですねまずこの唇縦分割割った3分の1のところ、ここの部分だけしっかりとこうやってつけていきます。でこれもちょっとここだけオーバーリップとお山を飛ばします。ここにさ山あるでしょ、カクーンって、このカクーンをね丸くするんですよ。丸くするとデート向きの唇になるの、優しく見えるの。一回ウッパしましたでしょ、もうこれだけでも可愛い。おしゃれ感がそうおしゃれ感強いじゃない、でここでポイントになるのがこのおしゃれ感を少しだけほぐしていくんですね。でもここでやっていただきたいのがやっぱりこちらでしょう。こちらそういうアイシャドウブラシ、もうこれしかないんですのよ。このおしゃれになったリップからですね、今日はリップクリームを使っていきたいんですけれども、こちら高みのね、リップグロス。このリップグロスはですね実はですね保湿効果が高いんですけれども、あんまりつるっとならないのね、この高みリップとこちら無次元マンションのこちらのモーブカラー、これをなんとこちらのアイシャドウブラシにミクスチャーしてちょうだいという感じで、こちらの今のせた色味をぶわーっとぼかしていきます。で真ん中の3分の1のとこだけちゃんと丁寧にこうやってつけたら、あとは口角はざっと伸ばすだけ。運搬していただいたら、今度はこのフレームゾーンをこの指のね腹で外側だけをこうやってざっと、そう今一瞬やっただけで全然ボワッとボケたでしょ、ボワッとこうやってわあすごい。少しよ、これも外側も軽くボワッと軽くボワッと、わすごい。とっても馴染んだと思いません？馴染んだ。そうなのよ。すごいですね。もうこれで完成と思いきや、ハイ&ローを忘れちゃいけない、はい、使っていくのがこちらでしょ。これ美声のねハイライトなんだけれども、むっちりハイライトなの。ムチっとしてんの。あら、あムチっとしてる。そうまず抜け感を作っていくためにやはりここです、ミーコンからここにザーッとここに抜けを作っていきます。鼻を構築的にしない、 T みたいにしないで、T を崩していきます。横にねブワーッとここに抜けを作って目と目の間を離していきます。すごい。そうなの。これねヘアメイクチェンジしたらもっとすごいことになるわよ。やっていただいてもよろしいでしょうか。 OK 牧場、じゃあこちらにどうぞ。はい完成しました。素敵。
めっちゃ可愛いし、いやこれでデートに登場したらもうイチコロでございますでしょう。デートしてください。そうよ、その日のデートだけではなく今日のメイクアップというのはですね、その先の奥行きを考えて、初夏にまでデートしたいと思わせるメイクアップなんですね。そうやっぱりこうちょっと海だったりとか少しそういった朝焼けだったりとか夕日を一緒に見たいなって思わせるようなメイクアップ、その感じをねプラスアルファさせていただきましたので、新しい自分に出会えた気がしました。そうなの、嬉しいわ。ということで今日はあかりんちゃんにデートメイクをねさせていただきましたけれども、実は私あかりんちゃんのチャンネルでもねお邪魔させていただいておりまして、半眼メイクをさせていただきました、で片方をあかりんちゃんのね私のメイクにヒロさんがダメ出ししてくださって、めちゃくちゃ勉強になりましたので、ぜひ皆さん一緒に勉強してください。してみてください。じゃあ今日の動画がいいと思ってくださった方はこのいいね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。待ってます。またねー。バイバイ。じゃあねー。